と最近返してなかったので、マシュマロを開いてみたら、ちょっと前にこんなのが来ててです。せっかく来てたんで、お答えしていこうと思うんですけど、ダースさんこんにちは。私は DVD の配信界隈で誰かとサバイバーをするときは VC を切ってプレイするという風潮が好きじゃないです。もちろんそういった流れが生まれた経緯も知ってますし、自分もほぼキラープレイなので VC パーティー強すぎとなる気持ちもわかります。しかし DVD がいまいち広がりきらないというかアングラゲームという印象なのは、配信者が VC を使って遊びづらく、みんなでやってみようとなりづらいことが原因の一つなのじゃないかなと感じてしまいます。他ゲー配信者でたまにでも DVD をプレイしてくれる人が増えればもっと盛り上がるのではないでしょうか。野良救済アップでも連続で来ていることですし、さすがにそろそろ VC 解禁してもいいのではと思いますが、叩かれろというようなものなので難しいですね。何かしらで流れがぶち上げられたらいいのになっていつも考えてます。実際に配信している側から見ていかがですか？なるほど。この質問なんか難しいよね、回答な。これなんかいろんな観点があると思ってるんですけど、まず VC を切ってプレイする風潮があるかないかみたいな話で言うと、そうだな、何年前ぐらいかな、3年前とか4年前までぐらいはあったかなっていう気がしますかね。これ個人的な感想なんで別にそういう風潮があるかないかみたいなのってなんか指標があるわけじゃないからわかんないんだけど、僕の所感では3、4年前ぐらいまではそういうのあったんじゃないかなっていう気がしてますと。で、なんかそういう風潮があったのはなんでかっていうと、今みたいにゲーム内でいろんな共有でみんなの行動が見えるかどうかみたいなのがなかったんで、行動表示とかね、そういうのがない状態で VC 繋いだら、すごい状況が分かりすぎちゃうよねみたいな、だから強すぎるよねみたいなので割と嫌われてたみたいなのはあると思いますと。で、ただ配信者同士でなんかそんな風潮があるかと言われると、なんか栄光さんがやり始めたコロナ禍ぐらいから別にそんなことなくねって思ってて、僕はなんかもうゲーム界隈では別に VC つないで一緒に遊ぶのなんて当然だし、なんかコロナ禍で栄光さんはじめ芸人さんとか芸能人の方が入ってきてくれてから、なんかそんな風潮は正直ほぼないんじゃないかなって思います。で、そうだな、僕の周りだとフルコンさんとかは割と昔からその自分で縛ってやってるというか、誰かとやるときも試合中は VC 切るみたいな割とこだわりを持ってやってたりするんですけど、なんかああいうフルコンさんとかの VC 切るは多分ここで心配されてるような、その VC パーティー強すぎだからみたいなことではなくて、これも僕も気持ちわかるんですけど、なんで配信者が VC 切るかっていうと、コメント読めないからっていうのがでかいと思うんだよね。これ他のゲームでもそうだと思うんですけど、誰かとコラボ配信してる時っていつもよりコメント読めないんだよね。だから配信として自分の配信が視聴者と交流できるみたいなところを目指すと VC 繋がない方がコメントと喋れるし、ゆっくりできるみたいな意味でやってないんじゃないかなって思いますね、普通に。で、僕もその気持ちもすごいわかる。で、なんか一時期流行ってたというか、Apex がすごい流行りだした時とかって、あのゲーム3人1組じゃん。3人ってめちゃくちゃ会話するのにすごい向いてる人数で、なんか1対1で面と向かって話すみたいな感じではないし、なんか誰かがなんか喋ったらどっちかが拾ってくれるみたいなことが多いんで、すごく喋りやすいし、しかもそんなに会話も被らないっていう意味で3人ってね結構喋りやすいんですけど、4人で DVD フルパで VC つなぐと喋れないんだよな、喋りたいことをこれやったらわかると思うんですけど、なんか雑談しようにもなんか誰かはチェイスしててワーワー言ってるみたいな状態とかで絶対話被るし、会話被りまくるんで4人って結構喋りづらいんですよ。なんでそういう意味でなんか強いからとかじゃなくて、もう近年は配信としての面白さ的になんか4人で喋ってるのってって感じだから喋らない人が多いんじゃないかなと僕は勝手に思ってます。俺が本当かどうかわかんないけどね、僕の感想なんで。で、DVD が別にアングラゲームっていう印象も僕は全くないですし、なんならオンラインゲームやったことない人が取っかかりにやることも多いぐらい、特に日本ではすごく広がったゲームだと思ってるし、で最近人が減ってるのは、シンプルにコロナ禍が明けてみんな今までほどゲーム触らなくなったっていう人がやっぱ増えたんじゃない？コロナ禍がブームだったってかバブルだったからね、配信的には。みんな家から出れないし、やることゲームしかないし、ゲームするか配信見るかしかないみたいなの、あの時の数年前の盛り上がりに比べるとそりゃ盛り下がるよねっていうのは当たり前なんで、そこはなんか VC がどうこうだからとかじゃないんじゃないかなっていうのが、DVD の盛り上がり云々の話でいくと
僕の感想かな。で、他に配信者でも DVD プレイしてくれる人が増えればっていうのは、これはなんかまた別の問題だと思ってて、最近よくコメントされるんですけど、最近 DVD 始めましたとか、モバイルから移行して新しく始めましたみたいな人のすごい悩みとして聞くのが、サバイバーやるとボットしかいねえし、キラーやるとマッチングしねえっていう、これ結構昔からずっとあるんですけど、特にレートマッチになってからひどいっぽくてですね、もう本当に10戦20戦やっても9割ボットみたいな。脱出してればレート上がるはずだから、やり続ければレート上がるんだけど、初心者のゲーム体験としてなんか10分とか使ってさ、マッチング待って試合やるのに相手は動かないボットでただ発電機回すだけのゲームって、なんかそれやり続けたらそのレート抜け出せるから楽しくなると思うんですけど、なんか初めて今から DVD が面白いのかどうかを知りたいって思ってる人がさ、10戦連続ボットの相手させられてこのゲーム何がおもろいねんってなるのは当たり前じゃないって思うから、なんかそっちの方がなんか新規でやる人が増えづらいこととしてはすごいなんか問題なんじゃないかなって個人的には思ってますね。なんでそこがなんとか改善してくれればなって思うんですけど、僕個人としては去年も2024年度版初心者講座やってちょっとチームの人に布教会とかやったんで、今年も布教会やりたいなと思って、僕のチームのリアライズは今年ストリーマー確か10人ぐらい入ったんで、なんかね、この間声かけてみたら、やってみたいです DVD って人8人ぐらいいたんで、ちょっと2回ぐらい使ってまた初心者講座2025年バージョンやろうかなって思ってるんですけど、地道に草の根活動でやる人増やせればなと思いますんで、っていう感じかな。ここは、なんかその配信者が VC してるかどうかっていう問題じゃない気がするっていうのが僕の感想。なので VC 解禁してもいいのでは叩かれろというものなので、なんかこれはなんかもう偏見じゃないかなっていう気がするけどね。多分そんなこと思ってる人そんなにいないと思う。はい。というわけでちょっと久しぶりにマシュマロを見て返してみましたが、よかったら皆さんも追加で質問送ってもらうか、概要にメアド貼っとくんでそっちでも OK です。ちょっとマシュマロの方がでも送りやすいんだったら、概要にメールしか貼ってないんだけど、ちょっとマシュマロのリンクも貼っとこうかな。なんか、最近さ、X のプロフィールに入れるものが多くなりすぎて、直接マシュマロのリンク貼れないから、リンクまとめみたいなの貼ってるからね、わざわざ一回階層掘らないとマシュマロ飛べなくなってるんで、めんどくせえだろうな、みんなって思ってるんでですね。ちょっと概要欄にも貼っとくんでよかったら見てください。はい。というわけで、一個この話でした。もう一個返すか。なんか動画としてはちょっと物足りないから、これもなんか面白いかも。じゃあもう一個いきます。DVD ゲームはめっちゃ面白いんですけど、特に最近 SNS などでキラープレイヤーの文句がきつくて見てられないという印象が強いです。自分はキラーとサバイバー半々ぐらいでやるので、煽りサバイバーの多さから疑心暗鬼になってしまう感覚や、パーティー相手の無力感など、キラー側の気持ちも分かっているつもりですが、YouTube のコメントなんかで、よくこの環境で通電できないサバはゲーム向いてないとか、自分たちが有利なことを自覚してサバやってほしいと言いたい放題の人たちが目立ってしまって気分が良くないです。実際 DVD はサバイバーが有利かもしれないし、サバイバーの方が有利というのが共通認識としてあっても別にいいのかなと思うけど、だからキラープレイヤーは偉い何を言ってもいいと勘違いしている人が多いような気がします。もちろんサバイバーがみんな煽りサバイバーじゃないっていうのと同じで、キラーがみんなそうというわけじゃないのも分かっています。そこから環境への文句、自分ではなく環境が悪いという口調のサバイバープレイヤーへの暴言も正当化されるような雰囲気があってきついです。雑誌への質問というより、こういった現状を他の DVD プレイヤーの方からはどう見ているのか気になって送りましたと。なるほど。こういう SNS の状況どう思いますかっていう話だと思うんですけど、どう思うかというと、なんか別に最近急にどっちかの陣営の文句が増えたみたいな感じはそんな感じてなくてもともとどっちの陣営もお互いの陣営の文句言ってる人は一定数いるので、なんかたまたま多分この質問者さんが最近自分のタイムラインにそういうキラープレイヤーの意見がなんか流れるようなタイムラインになってしまっただけなんじゃないかなっていう気がするんですよ。極論別に見なきゃいいんじゃないっていう SNS をっていう気はするし、YouTube の配信とか動画とかのコメントでなんかわざわざこういうこと書かれるみたいなのは確かに、好きな人の動画とか配信を見てるんだったらなんかどうしても目に入っちゃうとは思うんで、嫌だなっていう気持ちはわからんでもないけど、なんかここに書いてるような極端なことを言ってる人ってまともな人から見たらなんかすごい極端なことを言ってんなって思うじゃないですか。なんで極端なこと言ってるやつは一定数いるんだよなってふわって思っとくぐらいでいいんじゃないですかなんか別にそれによってそんなすごい実害があるわけでもないし、なんかメンタルダメージを受けるかどうかっていうのはやっぱ自分側のコントロールが大事だと思うんで、
まあどんな時代のどんな環境でも一定数極端なことを言う人はいますよっていうのをまあ念頭に置いて、自分の SNS は自分の見たくないものは視界に入れないようにコントロールしたらいいんじゃないかな。コントロールすればいいんじゃないかなって思いますね。はい。というわけで、ちょっと2個ほど久しぶりにマシュマロ返してみました。またよかったら皆さん質問ください。じゃあ、今回の動画はここまで。また次回。